本日はオークションギャラリーイベントの説明会にご参加いただきありがとうございます。本日はスライドの目次の通り進行させていただきます。それではまずはじめに本日参加のスタッフ6名の自己紹介をさせていただきます。代表の佐々木萌奈と申します。本日はよろしくお願いします。副代表の今井勝利です。本日はよろしくお願いします。同じく副代表の原口と申します。本日はよろしくお願いいたします。アーティスト募集班の村山ゆずきです。本日はよろしくお願いいたします。同じくアーティスト募集班の今井かほです。よろしくお願いいたします。同じくアーティスト募集班の川原亜美です。よろしくお願いいたします。本日司会を務めさせていただきます。まずはじめに事業概要及び運営組織について代表の佐々木よりご説明させていただきます。まず、授業概要についてご説明いたします。ミュージアム実習2とは、青山学院大学総合文化政策学部の設置する学芸員資格課程の1科目であり、授業内ではアート作品のプロデュース、展示、販売の総合的なアートビジネス実践を取り扱います。学芸員の基本知識である作品の収集、調査研究、保存、展示に加え、アートとビジネスを両立させる実践的な知識を身につけることを目標としています。履修生は全員4年生で、3年時に履修したミュージアム実習1では、キュレーターのお仕事について講義、梱包実習、展示会企画案作成などを通して学びました。ミュージアム実習2では、これまでに身につけた知識と経験を生かし、アート作品のキュレーションとプロデュースを行い、アーティスト皆さんと社会とのつながりをより密接なものにするお手伝いをするため、励んでまいります。本イベントは授業の一環ですので、すべて非営利で行います。続いて担当教員についてご案内いたします。株式会社 AT ホールディングス代表取締役である柴山哲司先生です。本授業ではアート作品の価値づけやアーティストのプロデュース、ギャラリー販売実践、オークショニアのトレーニングをご指導いただいています。先生、一言ご挨拶をお願いします。はい、皆さん、青山学院の皆さん、ご苦労様です。そうですね、この授業、この形式では、今年で3年目、3回目になりますが、毎年毎年新しいことと、それから伝統にのっとったことを両方やるので、過去、この後お話もいただきますが、過去に出品されたアーティストの方のご意見も聞きたいと思いますので、学生は毎年変わりますけど、今年の学生も素晴らしい学生たちばっかりで、非常に意欲もモチベーションも高い人たちなので、ぜひ素晴らしいイベントになると思います。僕自身は前職、今はアートマネジメント、アーティストマネジメントの仕事を東京の代々木上原渋谷区でやってますが、前職はサザビーズ、今だともう一社クリスティーズありますけど、オークション会社の日本の代表、それからグローバルなマネジメントグループにいたので、グローバルな視点とかですね、この事業が実りあるもの、日本はアーティストはいる教育も含めてたくさんいるんですけど、アートビジネスをやる人が、あるいは教育がですね、ほとんどないと言ってもいいので、海外だと、例えば MBA と MFA、マスター・オブ・ファインアーツとマスター・オブ・ビジネス・アドミニストレーションですね、その総合的なプログラムもあるんですけど、なかなか日本は特に経済、ビジネスとアートが交わったところの教育がないので、この教育、おそらく日本で我々だけだと思いますので、いろいろご縁があって、僕も、近いということもありますけど、青山学院大学で教えてますので、の学生さんたちぜひ頑張ってください。それから今日ご参加のアーティストの方々も、またこれから録画を見ていただく方々もぜひ振るってご応募していただきたいと思ってます。以上です。皆さん引き続き頑張ってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。続いて運営組織についてです。組織体制はご覧の通りです。全体の統括を行う代表、副代表、オークションを進行するオークショニア班、会場設営などを担当する会場班、キュレーションを取りまとめるコンテンツ班、イベントについて発信するメディア班、選考を担当するアーティスト募集班で成り立っています。続いてイベント概要について今井と原口よりご説明いたします。このイベントのタイトルは、総文アートオークション2023になります。開催期間は2023年11月30日から12月3日の計4日間で、最後の1日にオークション販売を行う予定です。開催場所は東京都渋谷区にあります青山学院大学関連施設アスタジオの B1 ホールになります。続きまして、アーティストの人数や作品数、販売価格についてご説明いたします。アーティスト数は10名、出品作品数はギャラリー10点、オークション10点の計20点で、1人当たりギャラリー販売1点、オークション販売1点の計2点を出品していただく形になります。作品販売価格につきましては、ギャラリー販売作品が1万円から5万円、オークション販売作品が開始価格1万円の価格上げ幅2000円を予定しております。ギャラリー展示作品の値段に関しましては、別途相談させていただきます。また、
先日した通り、このプロジェクトは非営利ですので、販売手数料はいただきません。また、オークション出品作品は例年1万円から3万円程度で取引成立しております。その点、ご承知おきいただけると幸いです。では私より本イベントの趣旨、目的についてご説明させていただきます。本イベントはギャラリーオークションの敷居を下げることによって人が集まり、人々とアーティスト、社会がつながり、結果として若い芸術家の支援に貢献することを目指しております。アートビジネスが本業でない私たち学生だからこそ、アーティストの方、アートに関心のある方、まだギャラリーオークションに触れたことがない方など、様々な層のお客様に寄り添えるイベントが作れるのではないかと考えております。本イベント開催に向けてタイトルにもある総文、つまり総合文化政策学部らしく創意工夫を凝らし、アートを少しでも身近に感じてもらい、社会とアートがよりつながるようなお手伝いをしていきたいと考えております。以上がイベント会場になります。続きまして、村山より募集要項についてご案内いたします。応募資格は、アーティストを目指している芸術系大学の学生及び卒業生、またはアーティスト活動を行っている方です。募集期間は2023年7月12日水曜日から8月14日月曜日23時59分までです。募集作品は縦30から60センチ、横30から60センチ以内のものです。平面作品かつ壁面展示可能な作品をお願いいたします。先ほどご案内いたしました通り、ギャラリー販売用1点、オークション販売用1点の計2点をご応募ください。ギャラリー販売用作品のテーマは緑としております。ただし、必ずしも緑色を含む必要はありません。次に、ギャラリー作品テーマについてご説明いたします。今年度はギャラリー作品にテーマを設けております。テーマは緑です。まず、テーマを設定する意図としては、ご来場いただくお客様が作品を身近に感じる糸口にしたいということが挙げられます。同じ緑でもアーティストさんによって色としての緑や連想として自然冷やしなど連想の幅、作品への取り入れ方が違うと思います。それらを来場者の皆さんが見て回ることで作品を見て感じること、キャプションを読んでわかることにプラスして緑という軸から読み取れることを踏まえて作品に一歩でも心が近づいたらいいなと考えています。次にテーマの由来についてご説明いたします。箱根駅伝でご存知の方もいらっしゃると思いますが、青山学院のイメージカラーは緑です。かつて青山学院大学本部チャペルには美しいツタが絡まっていました。西洋木ツタはアイビーとも呼ばれ、施設名にアイビーを用いるものが多かったりだとか、今でもツタのイメージは青山学院で親しまれています。また、アイビーはアメリカで長い歴史を持つ8つの私立大学の総称、アイビーリーグとしても知られています。1960年代の日本では IB リーグに通う学生のファッションスタイルを取り入れた IB ルックが流行しました。IB ルックを生み出したファッションブランド、バンの本社があったのもここ青山です。西洋キズタの花言葉は永遠の愛。また、葉の色である緑はキリスト教で永遠の愛、永遠の生命を示します。このイベントから始まる社会と皆様とのつながりが末永く続きますよう、そしてアートを核にした結びつきが広がっていきますように願っております。次に、応募方法についてです。指定応募フォームよりご応募ください。先ほども申した通り、1人につきギャラリー販売、オークション販売、それぞれ1作品ずつ応募できます。次に、応募に際しての必要事項です。アーティスト様については、氏名、漢字、カタカナ、住所、電話番号、日中連絡可能なもの、メールアドレス、生年月日、卒業年度、または卒業見込み年度を西暦で、ご本人確認書類をお願いいたします。作品については、作品タイトル、制作者名、作品のメディア、作品のサイズ、重量、額ありまたはなしの選択、作品説明、作品の写真をお願いいたします。それに加え、応募理由100字以上400字以内と、ギャラリー作品テーマ、緑に対する思いや連想を100字以上400字以内でお願いいたします。選考スケジュールについてです。以下のようになっております。詳しい説明は後ほど行います。続いて、私、川原よりアーティストの方々のキュレーション、プロデュースについてご説明いたします。本イベントでは、アーティストの方1名に2人の学生が担当としてつくことになっております。担当の学生は、二次選考終了時からイベント当日までアーティストの皆様との話し合いを重ねながら、皆様と皆様の作品をマネジメントさせていただきます。展示方法やキャプションなどについて話し合い、皆様の作品の魅力を最大限伝えられるようお手伝いさせていただきます。また、イベント当日にはアーティストの皆様にお話しいただく機会を設けたいと考えております。
そのため、その際にもサポートをさせていただきます。そしてオークション時には担当の学生からも皆様の作品についてご説明いたします。以上が本イベントのキュレーション、プロデュースとなります。最後に今後のスケジュールについて今井よりご説明いたします。作品の募集期間は本日から開始しており、締め切りは8月14日の月曜日の23時59分となっております。昨年度より応募締め切りを早めておりますので、応募忘れのないようお早めにご応募いただければと思います。次に選考日程についてです。一次選考は8月の第3週目を予定しています。審査方法につきましては、作品応募フォームの入力内容をもとに実施いたします。また、一次選考の結果発表は8月31日までに応募者全員にメールにてご連絡いたします。一次選考を通過された参加者の皆様には、二次選考にお進みいただきます。二次選考は青山学院大学の教室内にて対面で行います。日時は9月4日の月曜日16時から18時を予定しております。二次選考の結果発表につきましては、9月の中旬に一次選考と同様、選考参加者全員にメールにてご連絡いたします。最後に繰り返しになりますが、オークションギャラリーイベントの開催日程は、2023年11月30日から12月3日となっております。以上が今後のスケジュールになります。